皆さんこんにちは。はじめまして、ソラです。私のポッドキャストに来てくれて本当にありがとうございます。私の番組では、優しい日本語で日本のリアルな文化や習慣、そして言葉を海外から発信していく番組です。まずは少しだけ自己紹介をさせてください。私は今、ニュージーランドに実は住んでいます。でもつい最近まで37年間日本で暮らしていました。生まれも育ちも日本で、家族や仕事、すべてが日本にあった私が、どうして今ニュージーランドにいるのか。それには大きな決断がありました。私の前の仕事はオルソプティストという専門職でした。ちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんね。オルソプティストというのは目の検査をする医療職です。例えば子供の視力をチェックして目の発達をサポートしたり、大人の目の病気の早期発見につながる検査を行ったりします。世界的にはオプトメトリストという仕事の方が知られていると思うんですけど、メガネ屋さんにいる視力の専門家ですね。で、そのオプトメトリストとは違って、眼科クリニックでドクターですね、医師とチームを組んで検査を行うタイプの職種でした。たくさんの患者さんと接して、医療の現場で学んだことは今も宝物になっています。で、そんな私にはですね、可愛い3人の娘がいます。で、賑やかですごく楽しくて、時には大変なんですけど、毎日ですね、たくさんの幸せをもらっています。で、そんな私がですね、海外に移住することを決めた大きな理由は、子供たちの未来のためです。日本もですね、すごく素晴らしい国です。文化も、安全さもですね、食べ物も全部大好きです。でも私は、もっと広い世界で、英語を使って自由に生きていってほしいなという思いをですね、持つようになりました。そして家族と話し合ってですね、思い切って移住を決めました。そして、今、海外の生活をスタートさせたばかりなんですけれども、実はですね、私自身も毎日英語を勉強しています。日々の生活ではですね、わからないことだらけで、この単語は何て言えばいいのかなとか、子供のですね、学校の説明がですね、全部聞き取れない、みたいなこともよくあります。でも同時に、言語を学ぶということは、世界が広がることなんだなと、実感する毎日を送っています。そしてですね、私が、ポッドキャストでお話しするチャンネルは、日本語がメインなんですけど、海外に出てみてですね、改めて思ったこともあります。やっぱり日本ってこういうところいいなとか、ニュージーランドにはこれが普通なのかなと。そんな風にですね、比べてみて初めて気づく文化の違いとか、面白さっていうものもありますよね。で、最近ですね、私の周りでもこんな話をよく聞きます。日本に行ってみたいんだよねとか、日本の文化大好きだよ。日本語実は私勉強してるんだよねとかですね。日本に行きたいなとか、日本語勉強したいなっていう声をよく聞きました。で、ここ現地のニュージーランド以外でも、YouTube だったり、SNS を通してですね、すごく世界の人々が日本語を勉強して、日本に行って、例えばお寿司を食べたいとか、日本語を体験したいなど、新幹線乗りたいなとかですね。そういう声を聞いてですね、私は思ったんですね。日本をもっと優しく、もっとリアルに日本以外の国の方に届けれたら、すごくいいことなんじゃないかなと思いました。そして日本語を学ぶ人に実際に使われている日本語を届けて、ポッドキャスト形式でお届けすることは、すごくですね、面白いことじゃないかなと思って、このポッドキャストを始めました。
では、この番組ではですね、どんなことをお話しするかというと、まず、リアルタイムで話題になっている日本のニュース。これをお届けしたいなと思っています。それは、難しい政治の話だけじゃありません。エンターテイメントや流行りだったり、ライフスタイルや、いろんな分野のですね、話題を取り上げていこうと思います。そして、皆さんが元気になったり、日本語を学ぶモチベーションがアップするようなお話ができたらいいなと思います。そして全部優しい日本語でお話しするというところに重点を置きたいと思います。あともう一つのテーマは日本の文化や習慣。例えば、エレベーターではちょっと静かにするのが日本ではいいマナーだったり、で食事の時のお箸のマナー。あとは、お正月やお花見、七夕といったような季節ごとのイベントについて。あとは、そうですね、日本のあるあるネタ、靴を脱ぐとか、駅のアナウンスとか、少し笑えるような、そういうお話も盛り込んでいきたいと思います。あとたまに私の家族の話だったり、海外での気づきもですね、シェアをできたらなと思ってますし、もしかしたら娘たちが登場する日もあるかもしれません。ですので、このチャンネルでは優しい日本語を使いながら、できるだけリアルな生きた日本語を伝えていきたいと思っています。つまり、教科書では学べない自然な言い回しや、日本人がよく使う表現も紹介していきます。で、このチャンネルをお届けしたい人たちというのは、海外に住んでて日本語を勉強している人、実際にもう日本に住んでいる外国人の方、そしてまだ今からいつか日本に行ってみたいなと、日本に行ったことがない人たち、そんな皆さんにとって役に立つ、そして元気が出る番組にしたいと思っています。日本語はですね、ゆっくり学んで大丈夫です。で、諦めずに続ければきっと身につきます。一緒に日本語の山を登っていきましょう。では、今日のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。次回のエピソードでは、最近の元気が出るリアルなニュースを紹介したいと思います。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。